日産が潰れたら子会社や取引先も潰れ、もしかすると万単位の人が関係して公的支援やむなしかなと思いました。そこまでいかないですか。潰れるところはあるでしょうと。ただまともな取引先であれば、要はいい商品を作ってるのであれば、日産じゃなくて別にトヨタとかホンダとか他の自動車メーカーが買ってくれますよねと。なので日産しか買ってくれないようなものを作ってるのであれば、時間の問題で小さくなっちゃうんじゃないですかね。例えばトヨタとかだとカーナビとかも自分で作ってると思うんですけど、日産も作ってるのかな。多分カーナビを作ってる子会社とかであれば、じゃあ日産が潰れましたって言ったらカーナビを作ってる技術っていうので、そこでじゃあトヨタに買ってもらうとか、カロッツェリアに就職するとか、いろんなやり方があると思うんですよ。なのでマーケットとか市場とか社会に価値のあるものを作ってれば、別に会社っていう枠組みがなくなったとしても問題なく暮らせるんじゃないかなと思います。カルロス・ゴーンさんが逮捕されました。で、日産っていう会社は株価めっちゃ下がって、売り上げも下がってました。で、あれは経済産業省の人たちが割と才川さんっていうあんまり能力値のない人がゴーンさんに能力値がないので追い出されそうになって、でゴーンってやつが悪いことしてますよっていうのを経済産業省と官邸に言って、官邸と経済産業省が動いてゴーンさんを逮捕して、その後彼は逃げてレバノンにいるんですけど、ゴーンさんが逮捕しました。ゴーンさんはじゃあ悪いことをしたのかもしれませんと。で実際日産はどう回りましたかっていうと、ゴーンさんのいなくなった後、日産はもう鳴かず飛ばずで売り上げも下がってるんですよ。でもともと日産っていう会社がダメな会社で2兆円ぐらい借金があって潰れそうっていう状態で、フランスのルノーの社長だったゴーンさんが、じゃあ日産俺が助けてやるよっていうので金突っ込んで、日産の車をヨーロッパで売るっていうのをルノーと提携することによって、日産の車がある程度世界で多く売れるような構造っていうのを作ったんですよ。で三菱自動車とかも手出して、なので日本ってやっぱり海外に車売るのはそんなにうまくないんですけど、そこをフランスのルノーの販売網とゴーンさんっていうのを使って世界中に売るっていうのをやって、三菱自動車とか日産っていうの売り上げ高くなったよねってなったんですけど、ゴーンさん逮捕したせいでもう日産とルノーっていうのもちょっと疎遠になってしまい、結果としてこの先どうなる日産みたいな感じになってて、であれも政府の失策なんですよ。ゴーンさん悪い人だよね、あの人逃げたよね、だから悪者だよねっていうのが多分一般的な大衆の考え方だと思うんですけど、じゃああれって日産がどうなってるの今っていう状況で見ると、ゴーンさん逮捕したせいで日産の株価が下がって時価総額っていうのがドーンって消えて、日産の自動車の売り上げも下がりました。で毎年毎年なんか1000億円とか確か利益出しちゃったんですけど、その利益も飛びましたっていう、利益 90% とか飛んだんですよね、ゴーンさんが逮捕になってっていう感じで、官邸とか政府とかが動くと大体失敗するっていう実例はあるんですけど、残念ながら経済産業省は自分たちが無能であるということを未だに分かっていないっていうのがあるので、あんまりこう政府になんか経済政策をやらせるのは良くないんじゃないかなと僕は思ってます。はい。日産の時価総額がゴーンさんが逮捕されてからだいたい1兆円ぐらい吹き飛んだんですよ。ゴーンさんの騒動のおかげで日本の株価一生懸命上げようとか経済良くしようとかしてるわけじゃないですか。日産の株持ってる人たちって1兆円損してるんですよ。1兆ですよ。結局その日産の株をゴーンさんを逮捕したことで誰が得したのっていうと、誰も得してないんですよ。じゃあ日産も大赤字になってるわけで、ゴーンさんが社長やってたらずっと利益出してたから、で利益が出てると 50% が法人税として日本に税収が入ってくるわけですよ。なのでほっとけばずっと税金を生んでくれるし、株主もなんか株価上がってよかったねっつってみんな幸せになってたのに、経済産業省がアホなことしたせいで、経済産業省かどうか分かんないんだけど日本の政府が手出したせいで検察が動いちゃって有罪になるかもわからないゴーンさんを逮捕して捕まえてみたものの、その逃げられちゃったっていう状態で、結果としてはゴーンさんは逃げました。で日産は1兆円の株価がなくなりましたと、赤字を絶賛垂れ流し中ですと。でそれの黒幕をやってた才川さんも追い出されましたと。もともと日産ってダメな会社で借金2兆円とかあったんですよ。借金で2兆円だよでそれをゴーンさんが日産のいろんな車をちゃんと売れるようにして借金返したわけですよ。2兆円返すまでゴーンさんやったわけよ。ところがゴーンさんを追い出して早速赤字で時価総額も1兆円下がって、でこれってさ国益で考えたらさすげえ損だと思うのね。元経済産業省の偉い人かなんかが役員とかでいて、ゴーンさんが逮捕された時も次の日かなんかに日産の常務が官邸に行って報告してるんだよね。
っていう感じで日本政府肝入りで動いてる話らしいのですよ。ゴーンさん情報と客観的な情報を見ると。でも結局日本政府が動いた結果、日本の会社がめちゃめちゃ損をしたっていうので、トヨタ的には日産傾いて上かもしれないけどね。はい。本当ね、優秀じゃない人がね動き出すとね、結果としてものすごい大失敗をするっていう日本のよくあるパターンなんですよね。はい。というわけでね、あんまいい話にならなかったんですけど、ゴーンの話して、あれもゴーンさん勝ち確でしょ。何をもって負けとするかっていうと、多分ゴーンさんの負けって日本の刑務所に入るが負けなんですよ。ただレバノンの法律上、日本の法律を破ったという人を強制送還するという法律がないんですよね。なのでもしレバノンが法律通りやろうとすると、まずはそのレバノンでゴーンさんを日本に送致するための法律を作るところからスタートなんですよ。でゴーンさんのためにわざわざそんな法律を作るかという話なんですけど、でじゃあ仮に人を殺してますとかだったら、それはじゃあレバノンの中でも違法行為ですよねっていうので、レバノンの中で違法行為として処理しましょうみたいな話になるんですけど、ゴーンさんがやった悪いことって何ですかっていうのをちゃんと説明できる人って結構少ないんですよ。フランスとかだとベルサイユ宮殿でなんかすげえパーティーやったのが良くないよねみたいな言い方をされてるんですけど、日本の裁判所ではベルサイユ宮殿でやったパーティーって罪状にはなってないんですよ。有価証券の粉飾もしてないです。何やったかっていうのを実はみんな明確に分かってないんですよ。なんかすげえ金もらってたんでしょみたいな。でその会社の金横領してたんじゃないのみたいな話なんですけど、横領したものを証明できるのかっていうと、今のところ検察が出してる情報を見る限り証拠ないんですよね。なんで証拠がないって言えるかっていうと、例えばオマーンの会社に日産がお金を払いました。でそれって会社の取締役会だったりとか、会社としてじゃあオマーンのこの会社に営業報酬として払いますっていうのでお金を払ったっていう証拠はあるんですよ。でもオマーンの会社に行ったものがゴーンさんの懐に振り込まれたかどうかっていうと、そのオマーンの会社がゴーンさんにこれ払いましたよとかっていうのを証拠だったり証人として出てこないと、まあ有罪として立証はできないわけですよ。仮にじゃあゴーンさんがオマーンの会社から賄賂をもらってたとしましょう。そしたらオマーンの会社も共犯になっちゃうわけじゃないですか。で自分がお金をその賄賂を流してたっていうのになると、それは違法行為になるし自分も損するわけですよ。ところがいやゴーンさんに渡してないっすよって言えばいいだけの話だし、わざわざ証人として日本に来て説明をする必要もないので、多分証拠も証人も得られないまま裁判所での裁判が維持できないっていうコースになりそうなんですよね。ゴーンさんをじゃあなんでずっと勾留し続けていたりとか、奥さんにも会わせないようにしたりとか、検察の人がなんでゴーンさんに嫌がらせをしたかっていうと、自分たちがきちんとした証拠を持ってたらゴーンさんが何してようと勝てるんですけど、そうじゃないのでゴーンさんに嫌がらせをして自白をさせようっていうので、いろんな罪状をとりあえず出して逮捕しては尋問して逮捕しては尋問してっていうのをやり続けてたんですよ。でゴーンさんも強情な人なので自白は一切しないわけですよ。でこれいつまで続くのっていうのをゴーンさんが弁護士さんに聞いたら、最低でも5年って言われたわけですよ。ゴーンさんとしては民事上で会社がじゃあ経費として使ったものが個人のものなのか会社の利益のものなのかっていうのの争いっていうのは普通の法人でもあるわけですよ。ZOZO の前澤さんっていう人が ZOZO タウンの社長だった時に自分のそのフォロワーを増やすためにお金配りますみたいなことを言って、であれで ZOZO のスタッフが稼働したわけですよ。でそれって前澤さんが自分の Twitter のフォロワーを増やしたいっていう自分の欲望のために会社の社員っていう会社のリソース資源を使ったわけですよ。であれもある種の横領なんですよ。でも別にそれって株主が文句言わなければまあそれくらいいいよねとかっていう緩い話で、ある程度会社の横領になるかどうかっていうのってよくある話なんですよ。厳密に完全に区切るのってなかなか難しいので、社長がメディアに出ましたっていう時ってそれって全部 100% 会社の目的なの、それとも本人の自己承認欲求なのとかって切り分けができないわけですよ。っていう感じでゴーンさんがじゃあパーティーをしました。でそれは会社の商品だったり日産の商品だったり日産の車のブランドのためのパーティーですと。それなのか単にゴーンさんがパーティーをやりたいっていう個人
人的欲望のためにパーティーをしたのかっていうと、厳密に法的に区切るのはかなり難しいんですよ。刑事事件で違法であるとして逮捕して刑務所に入れるほどの話なのかって話で、やるとしたら大体こういうのって民事訴訟として株主がゴーンさんをちょっとこれは私利私欲のために使ってんじゃないですか、だから返金してくださいみたいなので、株主がゴーンさんを訴えて使った金額の半分は払うよみたいな和解とかっていうのが普通の話で、刑事事件になるっていうのは結構珍しいんですよね。30歳男、製造業で正社員です。車が大好きで自動車業界に転職を考えています。ひろゆきさん、ここ日本の自動車業界どうなっていくと思いますか？また自動車業界の転職やめた方がいいでしょうか？アドバイスお願いします。自動車業界は会社としては、正確に言うとトヨタという会社はめちゃくちゃ優秀なので、自動車を作らなかったとしてもちゃんと利益を上げ続けると思います。考え方だったり優秀な人を集めてるっていうのがあるので、自動車以外でも、例えばじゃあ自動車っていうのが産業としても全然成立しなくなったとしても、多分他のものを作って利益上げられると思うんですよね。なので優秀だと思うんですけど、ただ日産の場合は残念ながら日産車を海外に売るっていう能力がほぼないので、三菱自動車もその能力がほぼないんですよね。フランスのルノーが日産の自動車を世界中に売ってくれたので、結果として日産って売り上げ上がってよかったよねっていうのがあったんですけど、ゴーンさんを日本政府が捕まえてしまったので、ルノーとしても日産との距離が離れてしまったので、別に日産車頑張って売る必要ないよねっていうのがあったりするので、なので日産とか三菱自動車は厳しいんじゃないかなと思います。マツダはね、RX7 とか面白いものを作り続ければいいんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。